こんにちは。イギリスオックスフォード在住のナノハです。オックスフォードの散歩映像とともに私の自己紹介をしていきます。よかったら見ていってください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。基本的なところからお話ししていきます。名前はナノハです。1994年生まれのいて座 A 型です。3人兄弟の長女で弟が2人います。出身は群馬県です。高校生までは群馬県に住んでいて、大学生の時は福島県で一人暮らしをしていました。その後、就職はまた群馬県に戻って、組み込みシステムのソフトウェアを開発するエンジニアとして働いていました。現在はイギリスのオックスフォードという場所で夫と2人で暮らしています。夫との出会いは大学の研究室でした。ロボットに関する研究室に所属していて、電子回路を組んだり、ハンダ付けをしたり、プログラムを組んだりとロボットを作っていました。ロボットが完成した時はすごく達成感があったし、楽しかったなと思います。夏休みを利用して3週間の短期留学にも行きました。留学エージェントにお願いをして、カナダのバンクーバーでホームステイをしながら語学学校に通うというプログラムを組んでもらいました。初めての海外に一人で行くという大人になった今では考えられない行動力だったなと思います。3週間の留学は本当に短くて、語学を身につけるには1年とかもっと長期で行った方が良かったかなと思います。でもそれ以上に日本から出て海外の生活を体験してみたりとか、母国語の通じない人と英語で会話してみたりとか、日本ではできない経験をたくさんすることができたので、行ってよかったなと思います。大学卒業後は夫は福島県内の企業に就職して、私は群馬県内の企業に就職したので、社会人の時は遠距離恋愛をしていました。転機が訪れたのは社会人3年目の時でした。夫から仕事で数年間イギリスに行くかもしれないという話を聞きました。もしそうなったら一緒に来るかと聞かれて、私はイエスと即答でした。海外生活に憧れがあったのと、転職のことを考えてはもやもやしている時期だったので、タイミングがすごく良かったです。その後、イギリス行きが確定となって結婚してイギリスに渡りました。今回のイギリス駐在は期間が決まっていて、帰国する時期もおよそ決まっています。イギリスにいる間に私は何をしようかなとずっと考えていました。やってみたいことはたくさんあって、ブログや YouTube を始めたり、ウェブ業界の仕事もしてみたかったし、せっかくイギリスに行くなら語学学校に行ってみようかなとか、いろいろ考えていました。最初にやってみたのはブログでした。一つの記事を完成させるのにすごく時間がかかっちゃって、何を書いたらいいかわからなくて、結局は挫折してしまいました。その次に YouTube をやってみました。YouTube もすぐに挫折するかもと思いながらも始めたのですが、意外と楽しくてなんとか続けられています。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。高評価やチャンネル登録、コメントをいただけることもあって、すごく励みになっています。今後も動画を届けていきますので、待っていてもらえると嬉しいです。YouTube と並行してオンライン英会話もやっていました。現地の学校に行くという選択肢もありましたが、学費の面でオンラインを選びました。オンラインだと自分のペースでできる分怠けてしまって結局は続きませんでした。英語を勉強する目的もあやふやだったので、モチベーションも保てませんでした。学校に行くという選択をしていれば強制的に勉強するし、友達もできたと思うし、もっと喋れるようになりたいってモチベーションも維持できたかなと思います。大学生の時に短期留学に行っていたという話もしたと思いますが、やっぱり短期だったので英語力はそんなに伸びませんでした。
英語は使わないと忘れてしまうし、現在の私の英語力はどちらかというと低めだと思います。オンライン英会話をやめた後はホームページ制作の勉強をして仕事を始めました。前の職場に勤めていた時から次にやるならウェブ業界の仕事がしたいなと思っていました。仕事自体への興味はもちろんありましたが、在宅で働けるという点もすごくいいなと思いました。今後、夫が転職したいということになるかもしれないし、引っ越しすることもあるかもしれません。まだどうなるかわからない未来のことですが、フルリモートの仕事の方が自由度があって都合がいいかなと思いました。夫の転職で引っ越しも必要な状況になった場合、夫の収入は一時的になくなりますが、私は仕事を継続していけるので、家計の収入が途絶えにくいかなと思っています。仕事内容も楽しいので、ウェブ業界の仕事に出会えて本当に良かったなと思います。もっといろいろな仕事ができるようになりたくて、仕事をしつつ勉強しつつと頑張っていきます。私の仕事は日本の方と取引をしているので、生活をする上では英語はほとんど必要ありません。スーパーにいたり出かけた時には英語は必要ですけど、夫と出かけることが多いのでどうにかなっています。一番困っているのは、かかりつけ医に行く前に予約を取る必要があるのですが、そこでの英語が難しいなと思っています。どうして予約したいかを事前に Google 翻訳で調べておいて、受付の人に伝えています。そこまではいいのですが、その後に予約日時の調整が必要で、この日のこの時間はどうって聞いてくれるんですが、それが聞き取れなくて結構困りました。数字がいっぱいあると頭が混乱します。予約まで取れれば、当日は電話通訳を入れてもらえるので、すごく助かっています。そんなわけで、私の自己紹介とちょっとだけ今の生活のお話をしてみました。オックスフォードの街並みもお楽しみいただけたでしょうか。他にも聞きたいことなどあったらコメントをお待ちしています。可能な範囲でお答えしたいと思います。この動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今後も私たちのイギリス生活や旅行の様子をお届けします。感想などをコメントしてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。なのはでした。